靴ひもはその通し方をちょっと工夫するだけで履き心地は全く変わります。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを改善したいという方にとって重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。紐靴を買ってきた時にその紐の通し方にまでこだわっているという方は少ないのかもしれません。買ってきた状態のまま履いている方や何気なく通している方がほとんどではないでしょうか。しかし紐靴はその紐の通し方でフィット感やホールド感が全く変わってきます。そこで今回はその靴の紐の通し方についてお伝えします。内容はまず締め付けすぎない紐の通し方のアンダーラップ、次にしっかりとホールドして履きたい方のためのオーバーラップ、さらにしっかりとホールドしたい方のためのヒールロック、最後に外反母趾の方や足の横幅が広くてお悩みの方におすすめの中結びという紐の通し方についてお伝えしていきます。ではまず最初に紹介するのは締め付けすぎない紐の通し方、アンダーラップです。アンダーラップとはその名の通り靴紐を靴に通すときに下から上へ下から上へと通していく通し方になります。一番最初に下から上へ紐を通したら下から上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 というふうに紐を通していくとこのような形になります。このような紐の通し方はどのような方におすすめかというと、足の甲が締め付けられすぎて痛い、靴のサイズは合っているのに足の甲が締まって痛いなどという方にはこのアンダーラップという通し方がおすすめです。次に紹介するのがしっかりとホールドする紐の通し方、オーバーラップです。オーバーラップはこれもその名の通り上から下へ上から下へと通す通し方です。ですから最初に紐を上に通し上から下に通します。そして上から下上から下上から下というふうに紐を通していきます。ただ最後はここの紐の出てくるところだけは下から上という形にはなりますが、基本的には上から下上から下で通して作ってください。こちらの紐の通し方は上から下に圧力がかかる通し方ですから足の甲がしっかりとホールドされます。なのでどんな方におすすめかというと、靴の中で足がずれてしまって動いて歩きにくいなどという方はこのオーバーラップがおすすめです。3つ目がさらにホールド感を求める方におすすめする紐の通し方、ヒールロックです。ヒールロックとは靴紐のこの部分の通し方の話ではなく、上にある穴を使う紐の通し方です。ですからここまではご自分の好きな通し方をしていただいて、最後の上の部分の説明をさせていただきます。まず最初に下から上へと紐を通します。2つのうちの最初の穴を下から上へと通したら、次は上から下へと通します。このような形になりますね。そして逆側も同じように通します。そしてそれぞれ通した紐を逆サイドのこの部分に通します。今できた最初の穴と次の穴のところに通った紐のその下側に通すという形になります。
そうするとこのような形になります。この状態であとは通常通りの蝶結びをしていただくと完成です。この紐の結び方をすると足がかかと側にぐっと押し込まれることによって靴のかかと部分と足がしっかりとフィットします。長時間歩く時や山歩きなど靴がどんどん緩んでしまわないようにするにはこの通し方はすごく効果的です。そして最後に紹介するのが中結びという通し方です。こちらがその中結びという状態なのですが、皆さんはこの紐の通し方普通とはちょっと違うということにお気づきでしょうか。この部分をよく見ていただきたいのですが、この部分が結び目ができています。これはどういうことをしているかというと、紐を前半部分まで通した後、ここで一度このように団子結びにしているんですね。その後はまた同じように紐を通していくという形になります。で、この結び方は外反母趾の方などに大変おすすめなんですが、なぜかというと外反母趾の方は足の横幅が広がってしまっていて当たりが痛くなったりする場合があります。ただ、だからといって横幅が広いゆるゆるの靴を履いてしまうと中で足が遊んでしまってなかなか正しく歩くことができません。そこで足の前半部分と前の方の部分はゆったりめ、後ろはしっかりめという紐の締め方をするためにこの締め方が開発されました。前半部分はゆったりめで紐を通します。ゆったりめで紐を通したところで一度肩結び、団子結びをしてしまってそこから先には影響の出ない状態にしてしまいます。その後上の方まで紐を通します。そうするとこの状態ですが、この状態で足を通して紐をぐっと締めてもここから先、団子結びより先のところには影響が出ないんですね。いくら締めても締まるのは上の方だけ。ここから先は団子結びのおかげでゆったり感がそのままキープできます。これで靴自体にホールド感は出るものの前の方にはゆったり感が出て外反母趾の方は楽に靴を履くことができます。いかがでしょうか。靴紐にもいろいろな通し方があります。一度靴紐の通し方を変えてみて履いてみていただくとよくわかりますが、全くフィット感は変わります。今まで苦しくて履きにくくて痛かった靴が靴紐の通し方を変えただけで驚くほど楽になるというのはよく私も患者さんから言われることです。ぜひ一度ご自分に合う靴紐の通し方を試していただいてはいかがでしょうか。